こんにちは、エクスプロンです。エクスプレッションでモーション制作を最適化するコーチです。今回はデザインの印象をガラリと変える、色が不規則に変化するサイケデリックな表現に挑戦しましょう。合わせてアフターエフェクツにおける色の内部構造についても深く解説していきます。エクスプレッションで編集の可能性を拡張しましょう。 Let's optimize your After Effects workflow. 今回はランダムメソッドを駆使して色が激しく変化するデジタル特有の表現を構築します。コロナマエフェクトでもサイケデリックなイメージはできますが、色相関に沿った滑らかな色の循環を表現することに長けています。オーロラやサイケデリックなグラデーションの流れを作るには最適です。一方で色が不規則に、そして一瞬で切り替わるパチパチとしたデジタルな変化を表現するにはエクスプレッションによる制御が圧倒的に適しています。通常、色は赤、緑、青、RGB と不透明度 α で構成されています。これら全てをランダムで制御することで、人間の手では作り出せない計算された不規則な色彩を生み出すことができます。最も効果的にこの表現を取り入れるには、塗りエフェクトのカラープロパティにエクスプレッションを記述するのが最適です。エクスプレッションの世界ではカラーは RGB、α という4つの数字が入った配列で定義されています。各色の範囲は0、色味がないから1、色味が最大。α は不透明度は0が透明、1が不透明度 100% となりますが、シェイプレイヤーやエフェクトの塗りはその特性上から α は無視されるので、常に1の不透明度 100% になります。RGB 一つ一つにランダムを割り当ててみましょう。この式を適用すると、マイフレーム全く関連性のない色が画面を埋め尽くします。これがサイケデリックな表現の第一歩です。マイフレーム色が切り替わると、あまりに速すぎてノイズのように見えてしまいます。そこでポスタライズタイムを使い、色の更新頻度を下げて、デジタル特有のチカチカした質感を強調します。このランダムな色の変化を素材に蒸散やオーバーレイで合成して、中毒性の高いデジタルグラフィックを演出できます。これはカラー情報を持つシェイプレイヤーやエフェクトの色かぶり補正などに適用できます。シェイプレイヤーのカラーに適用し、複製を重ねて色が変わる照明の表現もできますね。今回は色をランダムにする方法を解説しましたが、ランダムメソッドは画像をランダムに動かすことにも長けています。次回はデジタルノイズの真骨頂、グランジや複雑なグリッチ表現を解説します。モーションは制御できる。See you next optimization.